Cause this is thriller thriller night で歌詞知らんのかいはい、そうです。私がクリスタル K です。というわけで今日はですね、私が尊敬するアーティスト5人について語っていきたいと思います。そう、私が尊敬するアーティスト5人、バラバラなんだけど、まずはオフィシャルヒゲダンディズムさん。ヒゲダンさんはそうですね、私結構遅めに知ったというか、知って1年ちょいとかなんですよ。で、ママのお店でママがもう超いい、ヒゲダン超いいんだよねっつっていつもカラオケで歌ってて、で今度私のライブで歌うって言って、そこでなんかファミリアになってったんですよ。メロディーがすごいなと思って、すごくなんかメロディーの作り方が、メロディアスっていうか、結構こう行ったり来たりすごい、難しくもあるんですけど、結構アプローチがちょっと洋楽っぽいなと思って、でもなんかその中にちゃんとその彼らしさの、J-POP らしさも入ってて、すごくちゃんとストーリーが音楽的にも描かれてて、すごくドラマチック、展開がすごく上手だなっていうところも尊敬してて、あと歌詞が本当に素晴らしいなと思って、本当彼らの歌詞の世界観ってなんか一言目からすごくドラマチックですぐ情景が頭に浮かんでくる。歌詞の世界観もメロディー、音楽性も全部がまとまってすごい素敵な作品、すごい素敵な世界、ストーリーが一曲で楽しめる。そこが本当になんかアーティストとしてもライターとしてもすごい尊敬するところです。で、まだ誰もカバーしてない時にいきなりダメ元でオファーしたら OK をいただいたので、ちょっと自慢なんですけど、なんかその彼らの素敵な世界観を I love をちょっとスローバージョンにして、なんかさらにその歌詞とかメロディーがの素晴らしさが皆さんに届けられたらいいなと思ってカバーさせていただきました。次がですね、宇多田ヒカルさん。もう彼女は日本が誇るシンガーソングライターだなと思って、多分2個上とかなんですけど、バスケもやってたんですよ、彼女。だから私が2個上だと、同い年だったら一緒にバスケ対戦してたかもしれないっていう、ちょっと近いようで遠い存在でもあるんだけど、一回ね、レコーディングスタジオで私が多分16歳の時かな、レコーディングしててトイレに行ったらひかるちゃんがいたんですよ。んで私がトイレ入ってる時に「いつでも think of you」って彼女が私の曲を口ずさんでくれたんですよ。すっげえ嬉しかったの。これもまた自慢なんですけど、すごい彼女、私がどこを尊敬するかというと、もう彼女にしか出せない世界観、歌詞もそうだし、もちろん声もすごく特徴的だし、彼女の書き方すごくリアルで嘘がないというか、とっても詩人的だし、ちょっとトゲのある言葉とかもう平気で伝えるっていうか、上手に歌詞にして伝えるっていう、なんかそういう素直だし勇気あるって言ったらおかしいけど、自信を持って信じてることをそのまま伝えるっていう、なんかすごくかっこいいシンガーソングライターだなって思ってて、で彼女自分でもねコンポーズもするから、すごい音楽的にもすごく才能を持ってて、多分頭もめちゃくちゃいいから、ああいう詩人的なポエ的な書き方ができると思うけど、私にはそういうなんだろう、詩人的なところがあんまないからすごいどうやったらこういう風に書けるんだろうって思って、すごい尊敬してるんですけど、多分めちゃくちゃ本とか読むんだろうね。文才がすごくある方なんだろうなって思うんですけど、私もああいうひかるちゃんにしか書けない言葉、歌詞とメロディーとかトラックの世界観、映像もそうだよね。映像もすごいこだわってて、すごいシネマティックだったり、多分彼女のその時その時の自分が流行ってる感じてるものとか、その映像の雰囲気とかもあったんだろうけど、なんかすごい自分の中から出てるその表現
がすごい見てていつもかっこいいなって思います。次、マイケル・ジャクソンです。マイケルはやばいですよ。マイケルみたいな存在は多分ここ2、300年出てこないと思う。彼こそやっぱもう本当に奇跡のスターですよ。世界のスター。もう彼だけ会えなかったの。一人だけ今まで私会いたい人にほぼ会えてるんだけど、彼だけ会えてないんですよ。もう会えないけどね、なんかもう天国にいるから。もう悔しい悔しいっていつも言ってると、ママがあんた何言ってんの、あんたがマイケルになるのよっていうどういうことだよみたいな。まあ頑張りますけど、そうマイケル・ジャクソンは彼みたいになんていうのかな、世界を一つにしたアーティストってなかなかいないんじゃないかなって思います。彼って多分率直に環境問題とか、彼こそ本当にそうですね、ワールドピースを本当に目指してたアーティストですごい信じてて、そのまんま歌詞にも、Heal the World っていう曲もあるし、そのエイズのことに対してもWe are the world っていうのを彼とライオネル・リッチで曲を作ってあれだけのスターを集めてメッセージを届けたり、環境問題とか動物保護とか社会問題、全般的に社会問題とかをそのまま歌詞にしてそのまま自分のパフォーマンスに生かしていって、なんか全然それがおかしくない。見てる側も彼の思いが強くて、思いがそのまま直でズーンって届くっていうか、なんか結構そういう問題ってさ、曲とかにしにくいじゃないとか、恥ずかしかったりちょっと痛々しかったり、なんかすごく難しいと思うんだけど、本当に信じてるから、それがそのまんま多分世界中の人に直で伝わるっていう、なんかそれができるアーティストってなかなか今のジェネレーションでいないなと思って、彼こそその愛、全世界に対しての愛が強くて、音楽に対してもそうなんだけど、その愛が強いからこそ嘘のないその素直な思いがもうそのまま私たちに届くんだろうなって思います。本当マイケルのことはね、すごいいっぱい語りたいから、また違う機会にもマイケル特集みたいなのをやってみたいなと思います。そして4人目はですね、これねめちゃくちゃ面白い。もうぜひ紹介した後に彼の YouTube を見てほしいなと思うんですけど、マーク・レビレットっていう、なんつったらいいんだろう、音楽家でいいのかな。もう本当にピアノも弾けるし、多分ギターとかも全部弾けるんじゃないかな。多分ね、2019年ぐらいから火がついてきて、YouTuber でもあるのか。音楽家であって、多分レストランとかテキサス州とかいろんなアメリカの本当に普通のレストランにレストランでパフォーマンスをしてて、結構ちょっとパロディ的な感じでピアノを弾きながら、あとループマシーンとかも使いながら即興で曲を作っちゃう人なんですよ。で、彼の YouTube でも生配信しながら、その電話でつないで、電話でリクエストみんなしてくるんだけど、もしもし何々をテーマに曲を作ってくださいみたいな、ケツとか胸とか、もう何でも、ワクチンとか、ファンがリクエストして、その場でもうゼロからキーボードでビートを作って、ループマシーンで曲をどんどん作り上げてって、いやそのケツ最高みたいな即興で歌とラップとかをし始めるんだけど、それがまたねめちゃくちゃかっこいいんですよ。でビジュアルも多分彼の声だけ聞いたらこの人みたいな、もうメガネでちょっとなんかガリ弁っぽい感じなんですけど、メガネかけてバスローブとパンツ一丁なんですよ毎回。それが彼のスタイルで、めちゃくちゃ音がファンキーで、そのギャップ、見た目と彼の音楽性のギャップがもう素晴らしくて、もうどんどん面白いだけじゃなく、すごくポジティブなメッセージをぶち込んでいくんですよ。だからもうみんな大好き、嫌いな人いないと思う。
でそれでどんどん多分ファンが増えて、ちょうどコロナ禍になってすごいインスタでも火がついて、唯一そのロックダウン、世界中がロックダウンになってた時に全米ツアーしたの彼一人だけなんですよ。どういうツアーかというと、ドライブインシアター、車で映画を見るドライブインシアターで、私もやってみたいなと思ってるんですけど、コロナだから環境的にはバッチリなんですよ。みんなね、ちゃんとディスタンス、ソーシャルディスタンス、車の中でラジオをつながって、まあ普通は映画を見るんだけど、ライブ、彼はそこでパフォーマンスをしてっていうツアー、全米ツアーやったんだって。私も超行きたい。もうアメリカ住んでたら絶対行ってたなと思うぐらい好きです。皆さんぜひぜひチェックしてみてください。そして、最後5人目なんですけど、この子は絶対これからちょっと火がつくっていうかビッグになるんじゃないかなと思ってる R&B シンガーのジョイス・ライスっていう女の子なんだけど、実は日本とアメリカのハーフなんですよ。カリフォルニア出身なんだけど、まあ、日本語もちょっとだけ話せるのかな。でなんかね、音楽的にはちょっと懐かしい、2000年代初期の R&B。 今って結構世界的にちょっとレトロな、ちょっと懐かしい2000年代とか 90s とかっていう感じのが2週3週ぐらいしてまた流行ってると思うんですよ。でみんななんかそういうちょっと懐かしい Feel Good な R&B とかポップな音を求めてる中で、もうすごいドンピシャなところに来てくれてるジョイス・ライス。アルバム Overgrown っていうのが去年リリースしたばっかりなんだけど、もう1曲目から最後までずっとかけれる、すごい聴きやすい R&B アルバムになってるので、皆さんぜひぜひ聴いてください。というわけでいかがだったでしょうか。クリスタル・ケイが尊敬する&気になっているアーティストについて語っていきました。まあ今日はね、私が尊敬する、紹介したいなと思ったアーティストについて語らせてもらったんだけど、皆さんもぜひコメント欄にこのアーティストいいよとか、もしくはこの人の曲ぜひ歌ってみてくださいとか、そういうリクエストもあったらじゃんじゃんコメントに書いてみてください。歌っちゃうかも。それでは皆さんごきげんよう。ドロン。